ありがとうございます。気をつけてお待たせします。そうそう、30でこっち来て、で借金ぐらいしかなくてお金全然ないし、そこからスタートでマイナススタートだったから、でもなんかこう何でもやろうっていう気持ちはあったし、それが良かったかもしれないですね。天然酵母のパンを仕込んでるんですけどね、一応ハード系のそれはね、オーガニックのくるみとレーズンとか、あとイチジクとか。昔は朝早く起きたんで、最近起きれなくて。何時ぐらいから？昔は3時とかやってたんだけど、なんかもう5時とか5時スタートとかになって、だんだん遅くなってくる。雨かね。そうですね。天気次第で生産量もなんか自由に変えてはいるし、作る人作らない人。伊佐さんはもともとパンの職人さんを目指されてたんですか？そうですね。実家が東京でパン屋だったんですよ。東京なんですか？はい。ご出身が東京出身です。で、もうこっちの大分に移住しても28年目か。で、こっちに移住し、まあ向こうでパン屋やってて、まあ田舎暮らししたかったんで、はい、そういう流れで。東京のご実家を継がれてパン屋されて？いや、継ぐっていうか、手伝えっていやいや手伝ってたんですよ最初は。そしたらなんか面白くなってきて、まあこの業界に入ってで、まあ東京の自分の実家のパン屋からちょっと東京のちょっと有名店、まあ、神戸屋キッチンって神戸屋なんですけど、銀座と広尾でずっとやってて、でそこで違う技術というかいろいろ学んで、でまあ東京の生活とかいろいろね思うところがあって、東京ご出身でもそれ思う？やっぱ環境だったり、子育てと、まあうちの嫁さんが子育てをね田舎でしたいとかそういうのがあったんで、まあ日本中の田舎どこでもよかったんだけど、ご縁があって大分県に。文豪の選ばれたのは何ですか？理由？うちの奥さん、嫁さんの妹
のご夫婦が大分県に先に田舎暮らししてたんですね。移住してて、で僕たちも田舎暮らししたかったので、まあ、遊びにおいでよってことで来て、でこっちにお家を探したいっつって妹のところを拠点にしながら探してたんですよ。でなかなかなくて、で東京から、東京に帰る日にたまたま道路で草刈りしてるおじいちゃんおばあちゃんがいて、でそこの一人のおばあちゃんがそのうちの、在所っていうのかな、うちの家空いてるよって言ったのが今の。そこですそうでも周りに家がないんで、畑とか田んぼがすぐ目の前にあって、すごい理想的だったんで、もうここって決めて飛行機乗って東京帰って仕事辞めてすぐ来ました。もうなんか直感でしたね。だからなんでここかってみんなによく聞かれるんだけど、あんまりないんですね、理由なんかね。なんとなくここっていうさ、ここだろうなっていう、そんな感じです。直感がそう働いた。うちらの条件は近くに家がないことでまあだから来たのがちょうど30の時なんですよ。はい、だからまだ若かったし、なんか田舎暮らしって昔でいうそのなんかのんびりと暮らすみたいなあるやんです、はい、とんでもないですよね仕事はいくらでもあるというかさ、やろうなんかその気になれば忙しいしさ、むしろそうだね、ぼーっとしてられないっていうか、草とほっときゃ草バンバン伸びてくるしさそういうのはあります、そこはあるよってことですよね。そう田舎の仕事でやっぱ草刈りは絶対ありますよね。基本のもう1週間のうちに1回はここ切っとかなきゃみたいなどっかにこうあるから、だからパン屋だからパンだけ作ってればいいなんてとんでもないですよねまあそれがだからできない人はダメだってことよね、仕込みの合間にこうやって長靴を履くなかなか都会じゃないです。長靴を履いたパン屋さん、うちの畑、こちら農園ですね。あ、ここにね、所狭しとね、トマトだ、バジルだね、シソでしょ。だからパセリにイタリアンパセリ、全部食べ物シリーズ、食べられるこんな赤くなってるもんね、こんなちっちゃいの。すごい。湧き水なんですよ。あ、そうなんですか。隣と2軒で水上から引っ張って、だから湧き水のパン、流水パン屋なんです。あんまりあれしてないけどね。田んぼもちょっと狭いんですけど、はい。2枚やってて、で原始的に手で植えてますけど、あ、そうなん田植えを手で。ででなんか他のことやってると逆にそこからなんかヒントがあるじゃん。はい。じゃあ農業がねパン屋と関係ないかったら、いや絶対あるなと。
すごいのは、はい。ここ汗をここからここひねると水が出てきて、はい。これって湧水なんですよ。あ、そうなんですね。そうで、ここの借りてるおじいちゃんが亡くなったんだけど、そのおじいちゃんが作った水脈がここに。すごいですね。そう。これ2枚でうち1年から2年は食べられる優に。だから農家じゃないんですけど、でもなんかそういう楽しみっていうか。いいですね。だからこっちに来た当時さ、温泉が多いじゃない、大分って。はい。だからその嬉しくってさ、毎日近所の長湯温泉って炭酸泉に行ってましたね。しかもほら30分ぐらいで行けるから、はお店作るまでなんかバイトしながら、俺土建屋でバイトしたりしたんですよ、こっちで。うちの奥さんは市役所の臨時の職員とかい。はい。でやって、お金生活費を稼ぎながらっていうのをずっとやってて、でそれ終わったらじゃあ長湯行こうっつって温泉行って、そんなに高くないじゃないですか高くないですね、温泉だって。やっぱりで天然酵母っていうのはうちの場合は干しぶどうレーズンから起こしてるので、ぶどう工房ですね。いろんなこう培養の仕方があって、いろんなお店によって違うんですよ。自家製というか。そうそう、自家製工房ですね。管理がめんどくさい。そうなんあと安定しない。生き物だから、酵母菌だから、やっぱその膨らみやすい時と膨らみにくい時も、それは温度だったり湿度だったり気温、水温、イーストってそこはもう安定してるから誰が作っても同じようにこうやってできるんですけど、酵母はそこが難しいですね。これ面白いんですよ。あと亀のね、うちのカメロンっていう亀のメロンパンがあるんですけど、それのパーツ、ここにもうボディが乗っかるんですよね。これはなかなか企業秘密なんですけどね。まあいいっちゃいいけどね。まあよそでこういう亀の作ってるとこあるんだけど、うちが一番可愛いかなと思って。これだけ目当てに来る親子とかいらっしゃるので、お子さん。子供喜びます。そう喜ぶね。カメロンの。でこの顔をまた手書きで描くんですけど、うちのが描くんだけど、この表情を一個一個変えてるんで、そういうとこもまた可愛いですよね。こういうことかみたいな。
やっぱほら普通のメロンパンよりこっちの方が可愛いじゃん、っていう感じ。そうそう30でこっち来て、で借金ぐらいしかなくてお金全然ないし、そこからスタートマイナススタートだったから、でもなんかこう何でもやろうっていう気持ちはあったし、それが良かったかもしれないですね。もうご結婚されてたんですか？いや、そう結婚してで向こうで埼玉に住んでて、でまあ田舎暮らしの構想は練ってたんですけど、どこ行こうかとかっていう話から、まあ、九州が出てきて、それでまあ近郊の例えば東京の近くにやっぱ田舎あるじゃないですか、山梨とか長野県とかに行ったんですけど、なんかピンとこなくて、でちょっと離れてこっちに来たら、やっぱりスケールがやっぱ九州の自然ってスケールが違うんですよね、山にしても川にしても。でびっくりして、で田んぼもこう尾形なんかこう田園風景が広がってて、めっちゃいいとこじゃんと思って、当時それに感動して、ここかもなって。なんかちょっと違います。そう違う全然違う、やっぱスケール感が違う。あら、でも最初に合同新聞で取材を受けたんですね。それが合同新聞の夕刊の一面だったんですよ、カラーで。田舎暮らしっていうなんかカテゴリーがあって、その一面の表紙だったから、めっちゃ見てたんだろうね、みんな。それでここをずっと車が大渋滞になってて、それ見てほらどんなやつだみたいな冷やかしにしたんだろうね、あの時。すごかったです。まだこの道が全然軽トラ1台しか通れないような細い道だったんですよ、実は。もともとそんな道だったんですか？すっごい細い道で、だから余計ひどい道だったんだけど、今こんな太いセンターラインの道だった。前はもう本当に軽トラでところどころ砂利道のそういう農道みたいな。おかしいでしょおかしいと思われるわ。
この枕木も結構古いから変えたいって言って。全部作られたんですかね。作ったみたいです。自分たちで。すごいですよね。出ますね。全工程が。かわいいでしょ。かわいいですね。これがね、なんかね、こればっかりの人が多く、チーズナンっていうおばちゃんがいっぱいいるんですね。竹田のお店でね、なんかこればっかりの人がいて、これ一回食べたらハマっちゃったらしくて。まあでもリアルにこうかき氷はもっと熱くならないとあれで。これはこればっかりの人が多いよ。ハード系の。これもね、最初全然売れなかったんですよ、20何年前は。でもあんパンばっかりで、あんパン、クリームパン。まだあまりそういう言葉もなさそうですね、20年前。そうなんですよ。で、やっぱでもそれをちょっと、やっぱここも絶対作り続けようと思ってずっとやってきたんですよ。そしたらだんだん需要が出てきて、今までクリームパン買ってった人が一緒にこれ買ってってくれるようになって、少しずつ動いていますよね、だからね。いいんだっけ？一回返せないでいい？あ、おはよう。一番上出せるか。はい。どこ？こっち使う？どこでしょうか。これでいいや。ここで。
ってんの拾いましたけど。捨てちゃおうか。ダメですか。いや、なんでもない。こんにちは。おはようございます。おはようございます。ちょっとまだちゃんとご準備ができてるとごめんなさいね。すぐ並べますね。いい大丈夫です。すみません。あとね、塩パンが角パンってどういうカレーパン。どういう意味が角にあるパン屋で角パン。今あるお店の前に移転前に武田高校って高校が武田にあるんですけど、はい、ここのすぐそばの角っこの立地だったんですよ。ここにあってで友達といろいろ名前考えてて角にあるねみたいな話してたんですよ。名前何年かね角かみたいな話から角パンってどうよみたいな。それから角パンです。そうなんだ。スライスはします。1789円でございます。小さいフライパンでこっちにあるか。はい、はい、フランスパンが焼き上がりました。焼けたね、ちっちゃいのがね。コンバースだ。パンお持ちしますね。いいですよ、大丈夫ですよ。大丈夫ですか？お持ちしましょう。大丈夫ですか？お気をつけて。身がいっぱい入ってます。ちょっとずつ持ってきてた。ありがとうございます。気をつけてお願いします。ありがとうございます。大丈夫、レイちゃん。私がいる。途中で後悔すると思う。それが一番心配。海外から。はい、グレーの車に行きます。じゃあ、開けます。あ、来ましあ、じゃあ、すみません。すいません。閉じていいですか？た。はい、大丈夫。これはグリーンオリーブ、スタッフドオリーブってグリーンオリーブの中にアンチョビが入ってるんですけど、それが天然酵母の生地で巻かれてる、うちの結構人気商品ですね。ハード系の、あとくるみレーズンとかね、美味しい。もだいぶこれ好きで、ほらこうやって見ると硬そうに見えるじゃないですか。はい。全然スライスしたら全然中も柔らかいし、結局こう触ってさ硬いのねってなるじゃない。は全然皮だけさ要はフランスパンみたいな感じでパリパリしてる。
だけなんだけど結構綺麗じゃないこれ。綺麗ですうね。んね、うんカーンと割れてるよね。割れてるカーンと。酵母が元気がいいとこういう割れ方するんですけど、元気がない時ってなんかだらっと割れるんですよ。なんかね、これも本当に天候に左右されたりするんでね。パンを中心にしたメニューになります。なのでランチプレートだったら、パンがかご盛りで5、6種類つくんですけど、それに季節のお野菜を使ったスープとメインの料理とサイドメニューと地元の無農薬のベビーリーフを使ったサラダがつきます。いっぱいお野菜が取れるランチメニューにしてます。おいしいお野菜がねいっぱいあるからそれとパンを食べてもらいたくて作りました。見てここ直接農家さんから買ったりとか、ね、こんな泥付きのサンドイッチプレート、今日中身何ですか？サンドイッチプレートはベーコンが今日ないからスモークチキンとスクランブルエッグかな。はい、スクランブルエッグ、グリーン、サラダと、スープ。ランチプレート一つとサンドイッチ。プレートに入れていくから先にどうぞ。そういうの出す。そういう感じです。カパン。じゃああげて。ありがとう。はい。